地名が書いてあるんですね。物流というところにリアルタイム性を取り込んだっていうベストなルートとベストな充転時間が分かると。もう一回やるそこ。福岡にありますイオンの新しい物流センターにやってきました。すごい設備ですよ。ロボットたちがほら自分たちで荷物を運んでこうやってどんどん流れていっているんですね。で2024年問題を受けまして喫緊の課題というのが物流の改善とカーボンニュートラルへの貢献です。そこでイオンが取り入れたのが TPS トヨタ生産方式です。福岡市で新たに誕生した物流センターイオン福岡 XD。 カートが自動で動き回ってますね。すごい。この場所で発表されたのがイオングループと CJPT でチャレンジする画期的な取り組みです。CJPT 少し説明させていただきますと、カーボンニュートラルの実現に向けて物流効率化と電動化を2本柱に取り組んでまいりました。当時トヨタ社長からですね、今まで我々がそのしっかりと培ってきたケースの技術といったものをなんとかお客様の役に立てないかと考えたときに、商用といったところでより社会に貢献しやすい形でできないかということで、実はそういう会社を作ってみようということから、井鈴さん、日野さん、さらにはダイハツ鈴木の皆さんともお声掛けして始まった会社でございます。この CJPT 様とイオングループのこのアライアンスの活動はですね、3年を超える活動に発展をしてございます。一緒に汗をかきながらですね、物流現場の課題解決をしようというところからスタートいたしました。コマーシャルジャパンパートナーシップテクノロジーズ CJPT。 2021年に設立し、以来イオンの物流の現場で学び、作業の改善に取り組んできました。できてですね、最初に、私たちがやったことはイオンさんの本社に伺い、物流は正直分かってません、素人ですと。ただこういう思いで会社を作ったので、ぜひとも現場をですね、道場として我々に開放いただけないかと。現場に入って見えてきたのは物流業界を取り巻くさまざまな課題です。荷物のが荷台の半分ぐらいしか積まれてない、こういう問題をどう解決するか。それから荷待ち、積んでほしいんだけどトラックが入れないという状態。2024年問題ということが出てきましたけれども、2030年で約 39% が不足をするだろうと言われています。4割近い商品が運べなくなってしまう可能性がある。課題の解決に向けて取り組んだイオングループと CJPT。 新施設ではトヨタ生産方式 TPS を取り入れたということで、中島さんに案内してもらいました。例えばこちら、配送する商品を積み込むコンテナです。これが従来の積み方だったんですね。そうですね、これ折りたたみコンテナ、略してオリコンというふうに言われているイオンさん専用のこれ通い箱なんですね。でここにそれぞれの荷物が置かれているところに作業者の方行かれて、店舗からオーダーがあった商品を手で取ってここに積み付けていくわけです。例えばこれを売ろうとしても見てください。ダメですね。どうにも入りませんね。そうするとこの折りたたみコンテナの蓋を閉じて、次の折りたたみコンテナを広げてこれを入れる。これが最後の荷物だったとしましょう。たった一つのものしか入ってないという状態がありえるわけですね。これが積載効率が悪い。でこれをいかにして作業者の方が楽に作業をしながらこの充填率を上げていくかといったことを、我々のメンバーがですね、イオンさんの現場と一緒に改善した事例がこちらになります。これ見ていただくと4つ開いてます。4つ同時に箱の中身が見える状態で折りたたみコンテナが積まれてます。入らないけど、ここにならちょうどこうやって入るなだとか、入らないな、ここなら入るなとかいう形で目で見てどの荷物をどこに入れるといいかっていうのは分かるんで、結果として積載効率が上がるという効果がありますし、作業者の方は一つ一つじゃなくて4つ同時に見れますから、非常に作業が楽だというふうに言っていただきました。ちょっとした工夫ですが、積載効率が上がることでトラックの台数が減り、 CO2 も減らすことができます。なかなかここで CO2 につながる、削減につながると思わないですもんね。そうですね、でもこの作業一つが大きく積載効率を上げ、トラックの走行距離を減らし CO2 削減につながる、
まさに一つの作業が大きな地球の未来を変えていくという事例だと思います。これ他に入んないかなと思ってずっと見てたんですよね。これ本当に入んないんです。入りますよ。入りますよ。ごめんなさい。入りました。もう一回やるそこ。これああ、これね足でやれるんですよ。つまりは荷物持っていて手が空いてなくてもこう引き出すことができるっていう。そうですね。お行儀悪いわけじゃなくて効率がいい。運搬するときは邪魔なので持ってきて、あ、一旦しゃがまなくてもよくて、はい、こういうからくりを作っています。トヨタらしいですね、こういうところは。そうですね。コンテナをトラックに積み込む段階でもトヨタ生産方式が生かされていましたよ。ここに実際積み上げていくわけですね。はい、で積み上げた状態でトラックに積むのがこのデッキになるんですけども、はい、下を見ていただくとこれ地名ですか？地名が書いてあるんですね。一緒だ。上にも同じ地名があります。はい。でここに白線が引いてますね。はい。この台車と全くサイズが一緒なもんですから、はい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 、ここに荷物を積み付け場所を目で確認してそこにぴったりと合わせれば、はいはいはい、このスペース効率もものすごく良くなるということですね。はあはあ、たったこの、行き先の張り紙とこの白テープだけなんですけれども、これで作業者の方は目で見て、はい、で整理整頓された状態で積みやすくもなると、はい、これも CJPT が入って、そうですね、皆さんと一緒になってやらせていただいて、これはイオンさん独自のものですけど、こういう台車をお持ちなわけですね。で作業者の方は入れたり出したりが台車ですので非常にスムーズに重たさを感じずに、処理ができるということで、やはり作業者を楽にしたいという思いで開発されたと思います。我々はもっとその作業者の方の負担を減らそうということで、思いは一緒なんですね。でたまたま TPS という手段を持ってたので一緒になってやらせていただく。従来の TPS だけでなく最新のコネクティッド技術もフル活用です。この画面では何がわかるんですか？これ実はですね ETOS というシステムの画面なんですね。実際にトラックドライバーだとかトラックの位置だとか、はい、荷物を積んで運んでるかどうかそれぞれの目的地に対して今どこにいるかということをリアルタイムに表示しているものです。物流というところにですねリアルタイム性を取り込んだというのが大きな変革だと言われております。コネクティッドカーはその車が持っている情報を随時オープンにしてるんですね。でその情報をお客様の了解を得た状態で我々吸い上げさせていただいて、はい、60秒に1回この辺りに走っているトヨタの車のデータを吸い上げ、はい、で交通流実際の交通の流れ渋滞している、はい、スムーズに流れているといったところを計算しどのルートを走るとこの物流トラックは目的地まで最適に着くかっていうシミュレーションをですね90秒に1回ドライバーに返しています。はいはい、この車はこういうルートを通ってますね。はい、でもその後に出たこの車今も走ってると思われますけれどもこっちの道を選んでるんですよね。はい、違う道で向かってるんですよね同じ方向に。従来ですとですねあくまでドライバーがナビで渋滞情報を見て、はい、自分の勘でこちらから行った方が空いてるんじゃないか、こちらの行った方が安全じゃないか、はい、ということを判断されてるんですがドライバー任せになってしまいますよね。はい、将来これらの車が電動車に置き換わった時、はい、バッテリー EV だと充電しなきゃいけません。はい、水素の車 FCV だとか水素エンジンのトラックですとこれも水素をチャージしなきゃいけません。はい、まだまだ水素ステーションの数だとか、それから充電ステーションの数が少ない時にどのタイミングで充電すると車が止まっている時間を最も少なくできるかっていったことこれエネルギーマネジメントと言います。はい、このリアルな交通流の情報と充電だとか水素の充填といったものを組み合わせたエネルギーマネジメントシステムを融合することによってこの日のベストなルートとベストな充填時間が分かると。でそれを時々刻々と変化があれば変えていくということができる仕組みを目指しています。なるほどね。たくさんの無駄を見つけることができますしその無駄を、撲滅することによってトータルのリードタイムが縮まるまさに TPS なんですけどそれが実現できるシステムだということで私たち非常に期待してますし実際に使っていただいてこのさまざまな課題をフィードバックいただいてまたこのシステムを鍛えてより広いお客様に使っていただこうと考えています。これらの手段で削減できた費用を使って環境にいい車を導入していくこれが物流課題の解決とカーボンニュートラル実現へ向けた道筋だといいます。まず最初は2台から始めるんですけれども、はい、カーボンニュートラルに向けて今後台数を増やしていくという積極的なご意見をイオンさんからもいただいています。はい、ただこの前提となるのはいかにして物流を効率化してランニングコストを下げるかっていうのが第一ステップなんですね。はい、
これができてその浮いたお金の一部を、残念ながらまだ高いこういった環境車の方にも仕向けていただこうと我々としても努力してコストを下げていく。でもそのためには量がたくさん出ればその分コストが下がるという経済計算がありますので、たくさんの皆さんに使っていただくことが第一ステップだと思っています。まだまだインフラが整ってないとか課題はあると思います。そうですね。環境車が作れても実際に例えば水素の車で水素を充填するためのスタンドがなければいけないですし、また水素の価格といったことも一方でディーゼルで日頃仕事をやられているわけですから、いかにしてそれを近づけていくか、これは全体一緒になってですね解決しなきゃいけない問題だというふうに考えています。豊田会長が言われた花とミツバチの関係にまさに一歩ずつ近づくためにですね、こういう地道な協力者をもとに1台ずつ車を提供し、その車が増えたことで街全体が豊かになり、水素社会の実現の一歩が築けるんではないかと、そういう思いでみんなが取り組んでくれてます。